皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい、このポッドキャストは日本語学習者、中級者、上級者向けのポッドキャストです。自然な話し方、自然な速さで話します。トランスクリプトを無料で公開しておりますので、私のウェブサイトからご覧ください。そして、YouTube メンバーシップになりますと、今日勉強した言葉、エピソードに出てきた言葉を勉強できますので、ぜひ YouTube メンバーシップにも参加してみてください。他にもメンバーシップでは2週間に1回ぐらいライブで最近日本で起きたニュースについて説明していたりとか、メンバー限定でね、あとは私のニュースライブが見れたりとか、あとはタメ口ポッドキャスト、もっとカジュアルなポッドキャストが聞けたりしますので、ぜひメンバーシップ参加お待ちしております。結構人数が増えてきて嬉しいですね。はい、まだ参加してない人よろしくお願いします。はい、あと最近私は会話教材を発売したんですけれども、なんだっけ名前ちょっと自分で考えた名前なんですけど覚えられてなくて、リアル日本語会話教材、会話練習みたいな感じでみたいな感じでって言っちゃいけないね。で、仲良し後輩との休日編っていう後輩と休日を過ごして一緒に映画を見に行くっていう結構カジュアルなやりたりをした会話練習教材を発売してるんですけど、今それの第2弾を作っていて、多分今月中には発売予定です。はい、もうだいぶ出来上がりましてですね、はい、今あと音声入れて、あといろいろ調節するって感じなんですけど、タイトルだけちょっとどんな内容かを今日紹介したいんですけど、リアル日本語会話で、北海道出張編っていうね、主人公がいるんですけど、主人公の春子ちゃんっていうね方がいるんですけど、春子ちゃんがですね、今回は北海道に出張するよという感じです。春子ちゃんと前にも出てきた後輩の美香ちゃんと、そして春子の部長出てきます。男性部長、この3人で、北海道の出張に行って、新卒向けの会社説明会イベントに行くというトピックですね。はい、なので最初のお話はちょっと部長にちょっと出張行ってくれないみたいな、一緒に行ってくれないかみたいなお願い、結構会社でのちょっと業務的なやり取りみたいなものがあり、そっから、会社説明会イベントに参加し、周りの企業さんと名刺交換とかね、名刺交換ってどうやってやるんだろうとか、日本の基本的なそのビジネス会話みたいなところが書いてありますね。はい。と、あとはその説明会に来た学生さんとの会話。皆さんは多分学生さん側の方が多いかもしれないんですけど、自分はこういうもので、今こういうことをしていて、こういう仕事に就きたいですみたいなことを言って、その人事の春子ちゃんと一緒にお話しするという。はい。あとは最後は雑談とかお疲れ会で、お疲れみんなみたいな感じのもあり、あとは最後の最後にトラブル発生、飛行機に乗る前にパソコンを紛失するというね、トラブルが発生するというのが今回のスクリプトになっております。前回よりですね倍ぐらいのページ数がありまして、結構ボリュームがたっぷりかなという感じです。一つ一つのスクリプトがすごく長いので、本当に上級者向けの、会話教材になります。はい、皆さんお楽しみに。また発売するときには紹介しますね。はい、ということで、何これということでガチン今日のトピックなんですけど、今日はですね、忍者についてみたいな、突然忍者みたいな急な忍者なんですけど、いやなんかね、最近さ、なんか急にね、最近よくあるの、急にふと思うことみたいなのがあって、最近思ったのは、忍者って何って思ったんだよね急に。なんかテレビとか見ててさ、なんか忍者とか出てくるじゃん。
ね、なんか忍者キャラクターとかもいるじゃん。ナルトとかさ、忍たま乱太郎とかさ、なんか、あるじゃん。銀魂とかにも忍者出てきたでしょ。あと、ワンピースにも、ワノ国編にも忍者出てきましたけど、忍者って、実際どんな人たちなのっていうのね、ふと疑問に思ったんですね、私。たまにこういうことあるのよ。なんか、すっごいどうでもいいことを、ふと、これってなんだろうって思っちゃうみたいなね。で、私みたいに、忍者ってそもそも何って思ってる方いるんじゃないかと思って。ね。ということで、はい、そう、ポッドキャストのエピソードにしてみようっていう、はい、試みでございます。はい、結構難しい言葉が出てきますので、ぜひトランスクリプトを見ながら勉強に役立ててください。そして日本の文化、日本の歴史の勉強にもなると思うので。はい。まあ、早速行ってみたいんですけれども、まあ、みんな忍者ってどういうイメージそもそも。なんかさ、私の中の忍者っていうとさ、黒い服装を着て、なんかすごい技を出すみたいな。忍忍みたいな。忍法、なんとかかんとかの術みたいな。ポンみたいなね。急にいなくなっちゃうとかさ。ね、壁に隠れてるみたいなね。壁かと思ったら実は忍者がいたみたいなね。なんか、うわ、お前そんなところにみたいな。ね、そういうなんかすごいテクニックみたいな、なんかすごい技みたいなものを使うイメージあるじゃん。ね。でもさ、現実世界ってそんなことありえないじゃん。普通に考えて。まあ、冷静に考えてさ、突然人が消えるとか無理じゃん。ね。冷静にね。はい。なので実際の忍者は、結構全然違うっていうことをまずお伝えしたいですね。なんか今皆さんの中の忍者のイメージっていうのはかなりフィクションで、ファンタジーで作られた、まあ虚像みたいな感じですよね。うん。まあ、偽りの姿感が強いですね。はい。もうみんなの夢をね、壊してしまって申し訳ないんですけれども。はい。まあ、とはいえね、結構合ってるところもあって、忍者って面白いなっていう感じでございますけれども。まあ、そもそもね、忍者っていつ、どの時代にどのように活躍していたのかという話なんですけれども、忍者はですね、室町時代、1336年から150、あ、違う、1573年の間に、まあ、存在していた。違う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 、間違えた。これは室町時代、間違えた。ほんとごめんなさい。1336年から1573年が室町時代ね。この室町時代に、かなり活躍していたのが忍者なんですね。だから、1300っていうとすごい昔に感じるけど、まあ日本の歴史考えると意外に歴史はそこまで深くないですよ、忍者って。まあもちろんね、昔からやっぱ忍者みたいにこの秘密に行動したりとか、してる人たちはいたんですけれども、今の忍者みたいな、そのグループが出来上がったのはその室町時代ですね。はい。まあそうなんですね。忍者っていうのは、そう、室町時代になった時に、その時まで、貴族とか、まあ、権力者っていうのが結構強くて、日本で。その権力者っていう人たちが、まあ、貴族とかお金持ってる人とか、まあ、偉い人たちが、いろんな場所の土地をね、占領してたわけですよ。俺はここの土地持ってるから、ここの土地を住んでる奴らは全員俺に従え、みたいな感じで、なんか税金を無理やり取ったりとか、働かせたりとかしていた時代があったんですよね、昔。そう。で、その室町時代に入ってきた時に、その貴族たちの権力者のその土地の力が徐々に徐々に弱くなっていって、その時にですね、悪党という人たちがいたんですね、その時代。で、悪党というのはですね、今の日本語だと悪党って言うと悪い人なんですよ。悪い奴らのこと、なんか泥棒したり、なんか犯罪する人、悪い人のことをとにかく、あいつ悪党だって言ったりするんですけど、元々の意味はそういう使い方じゃないんですね。はい。まあ、語源になってんだと思う。今の悪党の語源だと思うんですけれども、その当時の悪党という人たちは、そういう権力者とかに反抗していた人たちなんですって。っていうその悪党っていうのがいたんですよ。そう。で、悪党はその土地の持ち主のルールに従わず、自分たちの土地や利益を
自分たちの力で守ろうとした人たちのこと。はい。で、だから悪党の中にも、武士がいたり、農民がいたり、別の地域のなんか、力を持ってる人とか、まあ、いろんな種類の、その、職業の人たちがいて、その人たちがこの、反抗していたグループがその悪党なんですね。だから今のイメージの泥棒とか犯罪者ではなくて、その当時の支配者たちに、なんか、デモみたいなことをしてた、ストライキみたいなのしてたのかな。まあ、言うことを聞かない、まあ、危険集団っていうのが、その悪党っていう人たちがいたんですね。うん。だけど、その室町時代にその土地の力が弱くなっていったことによって、その悪党の活躍の場もなくなってったんですよ。ね、反抗していた人たちの力が弱くなったから、なんか、あれ、ちょっと俺らちょっと仕事なくなっちゃったなみたいな、別に反抗しなくてもいいかもみたいな感じになってって、その悪党たちっていうのが、その後、地侍というね、土地の地に侍と書いて、地侍という、まあ、呼ばれ方をして、力を持つようになったんですって。はい。だから悪党からの地侍になったってね、侍ですね。はい。で、その後ですね、1467年から1615年の間、戦国時代が到来しますね。室町の真ん中ら辺だね。から戦国時代入るんですね。みんな大好き、戦国時代。はい。戦国時代っていうのは、いろいろなこの、まあ、大名って言われる人たちがいて、その、場所にすごい力を持っていた、なんか例えば徳川家とか、なんか足利家とか、織田信長の織田家とか、いろんなパワーを持ったでっかい家の人たちが、もう争いに争いをしたのが戦国時代なんですね。俺が一番だみたいな感じでね。はい。その争いの時代に、その、地侍になった人たちが、その、なんとか家、なんとか家っていうところに、まあ、なんていうの、傭兵まあ、兵隊さんみたいな。傭兵として雇われるようになって、京都とか、まあ、その時の首都は京都ですから、まあ、京都とか、奈良、滋賀、和歌山の方に、まあ、出陣していたっていうのが歴史上分かってるんですね。その地侍がですね、戦国時代で戦うようになったということですね。はい。で、その地侍っていうのが、忍者の、まあ、ルーツになってるらしいですね。はい。なので、もともとは悪党であって、農民とかいろんな人たちがいて、からの地侍としてちょっと侍という名前になってからの忍者になってるんですね。はい。で、その戦国時代の時に、まあ、地侍だった人たち、まあ、後の忍者の人たちの仕事っていうのは、その夜に、なんていうの、奇襲をかけたり、夜突然みんながって寝てる時に、戦いを始めて、みんながパニックになってるところに一気に畳み込むみたいのが、そのやり方だったらしいんですよね。ちょっとずるいみたいなね。ちょっと忍者っぽいよね。そう。とか、なんか、密かにこう、その敵のところに忍び込んで、情報を得たりとか、まあ、敵のどれぐらい敵の、なんか人数どれぐらいとか、敵の食料はあとどれぐらいだとか、そういうふうにスパイ行為をしていたのが、その地侍で忍者と呼ばれるようになったらしいですね。うん。はい。そう。ただですね、この当時のちょっと忍者とは呼ばれていなかったらしいんですけど、今ちょっと忍者って言ったんですけど、そう、地侍から変化して忍者になったわけじゃなくて、地侍から変化して、その当時の人たちは、いろんな呼び方があったらしいですね。一つじゃなかった。ラッパって言われたり、スッパ、草、草って呼ばれてたらしい。脱行、かまりとかね、ちょっと難しい名前なんですけど、草って呼ばれてたんだっていうね。まあ、いろんな呼び方があったね、地方によって多分。はい。で、忍者という呼び名が、出たのは、昭和30年代になってから。だからすごく最近なんですね。はい。で、昭和30年にはもう忍者の、忍者はもうほぼほぼいなくなってる。ほぼ滅びてるんで、だから後から忍者と言われるようになった。だからその当時は地侍からの別の呼び方がいろいろ呼ばれてて、統一をされてなかったみたいなんですね。うん。はい。で、ちなみに忍者は忍びとも呼ばれますね。忍び。はい。忍びっていうのは、忍ぶという、
日本語が、動詞がありまして、忍ぶっていうのは人に気づかれないように、でね、なんかもう静かにして行動する。気づかれないように行動することを忍ぶっていうんですね。そっから忍びって言われて、忍びの漢字を取って忍者になっているということですね。はい。結構びっくりですね。だから忍者っていう感覚なかったんだね、昔はね。昭和30年になってから、まあ、名前を統一しようということで忍者と呼ばれた。もともとは悪党のから生まれてるんですね。へーって感じ。はい。はい。で、戦国時代の時は結構、あのーまあ、戦いに出たりしていたんですよね。で、忍者って聞くとやっぱ、なんか黒い服を着て、夜にこそこそ動いて、なんかもう手裏剣とかね、シュッシュッ、ペンって、なんか手裏剣あるじゃん。なんか星みたいな形したなんか剣、忍者が使う。で、攻撃したりとか、なんかいろんなことをするみたいなイメージあるんですけど、実際の忍者は、別にいつも戦っていたわけではなく、やっぱスパイが一番のなんかメインの仕事だったらしいですね。だから普通になんか農民のように、なんか普通になんか畑とかで働きながら、あとは、商人、なんか物を売る人のふりをして街に行ったりとか、普通の人たちの中に入って、スパイの行動をしていたんですね。そう。っていうのが、忍者ですね。うん。で、敵に気づかれないようにいろんな情報を集めていた。はい。だから忍者の、最も大切なことは敵の様子を見たり、敵が攻めてくる道を調べたりとか、なんか何をしてるのかっていう情報を集めることが、一番のお仕事だったらしいですね。で、忍者っぽいよね。なんかそれは。秘密で行動してるって感じですね。うん。はい。で、江戸時代になるとちょっと争いが減って、ほぼほぼなくなって、あの、安全な日本になるんですよ。戦国時代が終わった後に。徳川家康さんってね、徳川家っていうのがね、トップになって、江戸幕府というのを開いたことによって、もう、権力が一つになったんでね、争いがそんなに多く減ったので、忍者の仕事もね、結構変わって、江戸時代の時はなんか警察みたいな、なんか警備員さんとか警察とか、なんかそういうなんかちょっと地味な仕事をしていたらしいですね、忍者って。そう。なんか時代によって忍者って、やってることがいろいろ違うらしいですね。そう。だから私たちのイメージで一番強いのはやっぱその戦国時代に、その戦に出ていて、スパイ活動をしていたっていうことですね。はい。結構地味ですよね。うん。イメージとちょっと違うみたいなね。はい。で、明治時代になった時に、忍者というのは、滅びるというか、活動する場所がなくなってしまうっていう形でいなくなっていくんですよ。そう。だから室町で始まって、江戸時代、そして明治時代でも終わりっていうことですね。意外に短いんですね、忍者って。はい。でもなんで明治時代になったら、なくなっちゃったかというと、その時には、日本は今まで鎖国をしていたんですよね。後でちょっと詳しく説明するんですけど、鎖国は他の国と交流を持たないことですね。日本は日本だけ。はい。でも明治になってですね、鎖国が終わりまして、海外の文化とか、いろいろ入ってきたことによって、その幕府、江戸幕府っていうのもなくなり、明治維新が起こりまして、日本には警察っていうのができて、その軍っていうのができるようになったんだよね。だから警察とか軍がいたらもう忍者いらないんですね。っていうことで、本物の忍者はどん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 いなくなってしまったのが明治時代だったんです。で、かわいそう。時代ですね、でも。時代の変化。はい。今の時代に忍者、スパイですよね。今だとね。やっぱ警察とか政府が持つスパイがやっぱ今の忍者になってたって感じですよね。うん。
はい。ただですね、忍者はね、やっぱね、いろいろ術の名前があったらしくて。はい。なんか忍法なんとかなんとかの術みたいなね。バーンみたいなね、派手な感じがありますけど、今調べたらものすごい地味。あれちょっと思ってたのと違うって感じになりますね。はい。皆さんちょっと理想をね、皆さんの夢を壊すことになるかもしれないんですけれども、主な、主な術が、1、2、3、4、5、今、4つあるんですけど、えっと、1つ目は、水遁の術って、水って書いて水遁の術っていうのがあったらしくて、主に水を使ったやつなんですけど、フィクションの場合、よくアニメとか、なんかドラマとか映画で書かれてるのは、川とか、の水に、なんか細い、なんかストローみたいなのをこう刺して、水の中にいて、そのストローで呼吸をして、長い時間水の中にいて、隠れるみたいなね。そうイメージありますけど、全然違いますね。全然そんなことしてなかったみたいで、この水遁の術っていうのは、水を使って隠れる術なんですけど、実際にやってたのは、川とかに石を、ヘイって投げて、石パーンって投げたら、ポチャンって音がするじゃん。で、そうするとみんなそっち向くじゃん。みたいな。なんかいるぞ、みたいな。そのうちに隠れるっていうね。結構地味みたいな。石ポンって投げて、うんって隠れるっていうのが、この水遁の術の一つだったらしいですね。はい。面白くね。全然違うじゃんっていう。はい。あとは、火って書いて、火遁の術っていうのかな。火の術ですね。はい。なんかフィクションの場合だと、なんか手とか口から火がバーとか出てたりするんですけど、実際は普通に火薬を使って、いろんなところ爆発させてたっていうのが、シンプルに爆発させてただけっていうのが、人の術ですね。はい。結構いろんなところ燃やしてたらしいです。はい。そして変化の術っていうのがありまして、これも有名ですよね。なんか忍者だったら一瞬にして違う人物になるみたいなね。ね。はい。なんか動物になるとかね。なんかいろいろありますけど、そんなことできるわけがないんですね。はい。これは実際にその町の人とか農民とかいろんな職業になって、変装してっていうのがこの変化の術ですね。うん。はい。あとは、水雲の術っていうのがあって、フィクションの場合は、この水雲の術というのは、水の上をこうやって走る。パシャ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 みたいなね。そんなことできるわけないんですね。実際は、お腹に浮き輪なんか浮く、空気が入ってるものですね。浮き輪をつけて、足に板をつけて、水をこう歩いて歩くという、すごくアナログなやり方をやっていたらしいです。水の上を走るわけじゃなくて、水の中をこうやってゆっくりこう、歩くというのが、この忍者のね。はい。でも実際に考えたらすごい大変なことなんで、本当になんか大変なんだろうけど、そう、フィクションがあまりにもちょっとファンタジーすぎるというのがね。はい。あとね、くのいちっていうのもありまして、くのいちっていうのは女性忍者ですね。くのいち。はい。くのいちってなんでくのいちって、女っていう漢字って、書き方が、かきくけこのく、ひらがなのくを書いて、カタカナののを書いて、漢字の一を書いたら女っていう漢字になるんですよね。だからくのいちですね。くのいち。はい。知ってたね。くのいち。すごくないね。実際のくのいちはどんなことをしていたかというと、これは想像と一緒なのかな。やっぱ男性が入れないところに女性が入って情報を盗んだりとか、いろんなその女性ならではのできることをやって、いろんな情報を盗んでたのがくのいちの仕事だったみたいですね。うん。やっぱ女性はなんかハニートラップとか未だにありますけど、そういうことをしていたっぽいですよね。はい。面白いね。さてさて、忍者にはですね、種類というか出身というか、グループみたいのがありまして、いろんなその
場所によって全然違う戦い方とか、得意としていたことが違ったらしいんですよ。で、有名なのが、伊賀忍者と甲賀忍者って言われるこの2つのグループですね。そう。伊賀忍者はやっぱすごい聞いたことあるよね。伊賀忍者。うん。伊賀忍者っていうのは、三重県に、まあ、本拠地としていた忍者なんですね。三重県の忍者たちですね。うん。で、甲賀忍者っていうのは滋賀県です。滋賀県。はい。で、三重と滋賀ってすごい京都から近いんですよね。そう。だから、京都が昔の、まあ、日本の中心だったんで、その近くにいる、伊賀忍者、甲賀忍者っていうのが、やっぱりよく、その戦いとかに、参加していて活躍していたみたいですね。はい。で、三重と滋賀っていうのは、山が多いんですよ。山が多いから隠れやすくて、外から攻められにくい場所だったみたいなんですね。だから三重と滋賀に隠れて、忍者修行をしたりしていたらしいですね。はい。すごいよね。頭いいね。そういうこと考えてたんだね。うん。はい。そう。で、伊賀忍者、一番有名な伊賀忍者なんですけど、どんな人たちがいたかというと、三重の人たちが多かったんですけど、京都で戦いに敗れた、もう負けちゃった人たちの、隠れ里、隠れる場所ですね。として、使われていたらしいんですよ。京都にもういられない、負けた、やばいっつって逃げて、三重に行ったんですね。なので、伊賀忍者になる人たちっていうのは、もともと京都にいた人が多かったので、京都だと、やっぱり、あの、教育をちゃんと受けてる。教養がある。文字が書けたり、本が読めたりとか、いろんな情報を知ってる人が多かったので、政治とか、いろんな情勢にすごく詳しい忍者たちがいっぱいいたらしいですよ。そう。頭のいい、ちょっとインテリ系忍者が多かったってことなのかな。そう。で、そのプラスで、忍術とか戦闘能力がすごく高かったのも伊賀忍者。すごいですね。はい。はい。で、その能力を生かして、数々の戦に貢献していました。はい。また、雇い主とは金銭での契約を交わし、金銭というか、お金の契約を交わして、それ以上の関係は持たなかったと言われているとね。かっこいいですね。もらったお金分だけ働いてやるよ、みたいな。それ以上はなしだ、みたいな。かっこよい、みたいな。うん。が伊賀忍者です。で、柔術とかも得意だったらしいですね。柔術っていうのは呪いですね。呪い。本当に存在していたんですかね。呪いっていうのもね、得意として使っていたらしいですね。はい。あとは、そのエリアっていうのが、火薬の、原料が入手しやすい地域だったんですって、伊賀っていうのが。なので、火の術の、力を、使うのがすごく得意としていて、なんか映画とか漫画で見るときに、なんか爆弾みたいな、えいバーンってやって爆発して、なんか煙がもく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 ってなって気づいたらいなくなってるみたいな。あるじゃん。あ、消えたみたいな。あれ実際にやってたらしいです。これ本当らしいよ。うん。その、火薬玉を爆発させて、煙とともに消えるっていうね。これ本当にあったらしいですね。へえ、ファンタジーじゃないんだねっていう。はい。で、忍者の中で最も有名な忍者が、服部半蔵というね、忍者がいるんですけど、アニメでね、忍者服部くんってね、いうアニメが昔あったんですけれども、これのモデルになってるんですね。はい。服部半蔵さんは、徳川家康ですね。江戸幕府の徳川家康さんに、仕えた、忍者で、その忍者のなんか一番トップみたいな、なんかマネージャーみたいな、部長みたいな人だったらしくて、一番有名なその服部半蔵も伊賀忍者でしたね。って書いてあります。はい。伊賀忍者ですね。だから三重にはですね、その忍者を知れるその博物館とか、なんか忍者体験みたいなところがもういっぱいあるので、ぜひ行ってみてください。はい。あと、甲賀忍者ですね。滋賀県にいた甲賀忍者っていうのはですね、山が多いので、山に入って厳しい修行を
経て悟りを得ようとする山岳信仰が起源だった忍者らしいですね。よくあるんですよ。日本って山ってすごく大切で、日本って。まあ、海もそうなんですけど、山がとにかく昔からやっぱり、その、なんて言うんだろう、信仰の場所として崇められている。山は不思議な力を持っていて、神様が存在していると言われている、その、本当に大切にしていた場所だったんですよね。で、山岳信仰っていうのがあって、その山にこもっていっぱい修行して、まあ、滝に打たれたりとか、まあ、いろんな修行をして、まあ、強くなったり、悟りを開こうとするのが山岳信仰っていうんですけれども、それから始まってるのがこの甲賀忍者らしいですね。うん。で、この山には薬草がたくさんあったんですよ。草。薬草がいっぱいあったので、薬草の知識がめちゃめちゃあったらしいんですね。だから、毒を使った術とかがすごいいっぱいあったらしいです。甲賀忍者。怖みたいな。結構暗殺とかもしてたんで、忍者って。毒持って多分人殺してたりしてたのかなみたいな。怖みたいな感じなんですけれども。だからよくその薬を売るふりをして情報を集めたりとか、その薬を使っていろんなことをしてたのが甲賀忍者らしいですね。結構地道ですね。本当に。やってることがね。うん。まあ、スパイだよね、本当に、全部。はい。で、最後になんですけれども、じゃあ忍者は最後の仕事、その歴史に残っていることで、最後の仕事は何だったのっていう話なんですけど、まあ、これ結構面白いんですね。最後はですね、ペリー来航の時に、黒船に忍者が乗ってたらしいというね、情報が書いてありまして、このペリー来航っていうのは、すごい歴史的なことなんですけれども、ペリー来航っていうのは、1853年にアメリカのペリーという方が来ました、日本に。突然。真っ黒いでっかい船で来たのが有名なので、黒船とか、黒船のペリーとかですごく、まあ、有名というか、まあ、歴史的には絶対に欠かせないことなんですね。で、当時日本は江戸時代で、まあ、さっきもね、説明した通り、鎖国だったんですよ。他の国とは交流をしないっていうのが、日本のやり方だったんですけど、このペリーさんが来たことによって、で、ペリーさんが、ちょっとよくね、日本でよく言われるのが、ペリーさんは、開国してくださいって言ったっていうね。絶対こんな言い方してないんですけど、開国してくださいってね、言ったって言ってみんな真似するんですけど、まあ、港を開いて貿易をしてくださいと。アメリカのそのペリーさんは日本に、まあ、頼みに来たんですね。で、その時にですね、あまりにもアメリカのそのペリーさんの技術っていうのがものすごい進化していて、で、船も真っ黒ででっかいわけよ。で、それにびっくりしちゃって、もうまずいと思って、もう強そうすぎるっていうことで、日本は大ショックみたいな。ガーンみたいな。もう世界はこんなになってんのみたいになって、その翌年の1854年にアメリカと日本は条約を結んで、これが日米和親条約というね、歴史的な条約になったわけですよ。日本とアメリカを、まあ、和親条約なので、まあ、親しくなりましょうよっていう条約なんですけれども、これによって日本の鎖国が終わって開いたんですね。で、江戸時代も終わっていくんですよ。そう。はい。で、明治が始まったわけなんですよ。だからこのペリー来航っていうのはすごく歴史的には大きい、出来事になっておりまして、まあ、江戸時代の終わりで鎖国の終わりだったんですけど、その時にこのペリーの船の中に忍者がね、忍び込んでいたらしいんですよ。これが最後のお仕事だったらしいです。はい。で、実際にその忍者っていうのは、書類とか、船からね、書類とか、あとパン、タバコ、ろうそくを持ち出して、報告してたらしいです。こんなものがありました、みたいな。はい。それが、その本に書かれてる最後の忍者のお仕事だったらしいですね。はい。まあ、びっくりしただろうね。なんか、パンとかさ、なんだこれはみたいな。タバコとかもないでしょその時代。ね。ろうそくはあったのかな
ないから持ってきたのだろうなと思うんだけど、なんだこれはみたいになって、びっくりみたいな感じだったらしいですね。うん。はい。いかがでしたでしょうか？皆さん、忍者について少し詳しくなりましたか？実際のね、私たちがそのアニメとか漫画とかで見てた忍者と、結構違うっていうね。割と地味に活動していたのが忍者。でも本当に手裏剣とかで戦ってたらしいよ。なんかいろんな形あるじゃん。手の手裏剣パシって。あれは本当に使ってたらしいですけど、まあ別に手裏剣だけじゃなくて刀とか、いろんな武器があったらしいですね。はい。まあスパイだよね。うん。スパイだね。スパイ。はい。ということで、以上になります。はい。まあでも結構いろいろ気になるところはあるけどね、どんな修行をしていたのか実際にちょっともうちょっと知りたいなとか、うん。呪いを使ってたっていうのも結構こういうところはね、今の時代じゃ考えられないことなんで、はい、面白いなと思いますけれども。はい。またね、私が突然に、これって何なんだろうって思ったことを、またポッドキャストでお話ししていけたらいいなと思います。皆さんからも、これって何とか、なんか、ちょっとこれ説明してほしいみたいなものがあったら、ぜひコメントで教えてください。はい、お待ちしております。はい。今日は、忍者についてでした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。YouTube メンバーシップ、メンバー募集中ですので、はーい。カモン。はい。あとなんだあとサニーサイドジャパニーズポッドキャストもやっています。サニーサイドジャパニーズポッドキャストでは他の先生と一緒にお話しして、もっといろんな深いトピックについて、2人で話すというポッドキャストです。はい、こちらも中級者上級者向けなのでぜひ聞いてみてください。でサニーサイドジャパニーズはグループクラスコミュニティもやってるんですけど、こちらのメンバーも、今ウェイティングリストでちょっと待っていただく形になるんですけれども、メンバーは、新規メンバーをどんどん入れてるので、ぜひ参加してみてくださいね。お待ちしてます。はい。あと、ゆうゆ先生とやっている春とゆうゆのゲームで日本語というチャンネルもありますので、ゲーム好きな方はぜひこちらチェックしてみてください。はい。気づけば7月になりまして、もう明日は七夕なんですね。今日7月6日なんですけど。七夕か雨かな。七夕っていつも雨なんだよね。晴れるといいなと思いますけどね。はい。ということで、皆さん、また次回。さよなら。